にちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。さあ今日はハウスのステップピーターポールやっていきたいと思います。体重の乗せ替えがちょっと難しいんですが、おしゃれでかっこいいので一緒に練習してマスターしていきましょう。ゆっくり確認からやっていきますね。5、6、7、8。それではピーター・ポールの解説をしていきます。こちらのステップは以前紹介しているチェイスというステップにも非常に似ていますので、そちらも参考になると思います。で、大きく違うところがですね、チェイスは主に3手のステップですっていう風に紹介しているんですが、このピーター・ポールは4つですね、4つのステップを覚えてください。そして今回は、右軸というんですかね、この右足を引いたところからっていうのを中心で、レクチャーしているんですが、もちろん左足からもできるようにしておいてください。では早速ですが、動きを説明していきたいと思います。まず、右足を一歩下げます。その時に同時に左足が前に蹴ってください。しっかりフレックスにしましょう。1ですね。そして2で真ん中に戻してきます。この時は、左足が地面につく。右足は少し寄せてくるような感じです。そして3つ目。ここがチェイスと主に差別化している、私たちは差別化している部分なんですが、戻ってきたら、チェイスは前についてましたね。これを今回は少しだけ横にずらそうかという形になっています。1、2、3。で、この時にしっかりと右足に乗った状態で左足を浮かせてください。そして4つ目で浮いている左足のトータッチです。横からやってみますね。まず引いてキック、2個目で戻ってくる、3個目で少し横にずらしながら上げたらタッチです。はい、ちょっと連続でやってみます。せーの、1、2、3、4、1、2、3、4。今回はこのステップを、順番にレベルアップさせていきたいと思います。それではまずはレベル1やっていきましょう。レベル1ではまずこの動きを1カウントずつゆっくり確認していきます。すべて右引きのみです。いきますね。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8。実践動画の方では見えやすいように斜めを向いてやっているんですが、どの角度でやってもかっこいいと思いますので、まずはご自身のお好きな角度でやってみてください。この終わりですね、トータッチのところでトンと止まってしまうと次の連続が行きづらくなってしまうので、しっかりと跳ねることがポイントの一つです。それでは続いてレベル2です。レベル2は、先ほどの1カウントずつやっていたステップを倍のカウント、円カウントでやってみたいと思います。ではもう同じく右引きです。5、6、7、8、1、and 2 and 3 and 4 and 5、6、7、8。
だんだん速くなってきて体も結構振られて、間に合わせるのが大変となってしまうので、腕はですね自然とでいいんですけど大きく振ると結構誘導しやすいかなと思います。私はこういう風に8の字というんですかね、振っていて、もう一人の彼がこうクロールのように振っていたと思うんですけど、どちらも、やりやすいと思うので試してみてください。振ってみたり、ちょっとクロールのようにしてみたり、お好きな方でチャレンジしてください。それではレベル3です。レベル3では方向チェンジを入れています。ずっと足は同じくこの動きなんですが、1、2、この時に3個目ですね。3歩目の足のつき方、向き変えちゃいます。そしてトンです。正面がこちら側だとしたら、1、2、横向き、前に向かってトータッチという感じです。つなげてやってみます。せーの、タッ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 。そうしたらここの状態から今度はこっち側に進んでいきたいんですけど、右足を下げます。はい、そうすると1個目の動きになりますね。ここ大変なんですけど、しっかりと両足でスパッとさばいてください。ここから1、2、3、4、回転つなげてやってみたいと思います。5、6、せーのを1 and 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 5。では正面でも一応やっておきますね。5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8。この方向チェンジの際のコツは後ほど Tips コーナーで詳しくお伝えします。さあ、それではレベル4を解説していきます。レベル4では、ピーターポールの動きにシャッフルというステップ、このようなステップですね。これを掛け合わせています。右バージョンですね。今までやっていた方向でやります。そしてこの先ほどの方向チェンジと同じように3歩目向きを変えます。トン。そしたらこの弾いた足からシャッフルです。そして、ここでですね、先ほどレベル1の時に、左も練習しておいてくださいっていう風に言ったんですけど、ここで早速反対が出てきますね。左足を引くバージョンです。せーのをワンエンツエンシャッフルトンです。これを右引きスタートバージョンと左引きスタートバージョンをつなげてやっているのがレベル4です。これ2回を連続してやってみたいと思います。横向いてやってみますね。いきます。5、6、7、8、1 and 2 and 3 and 4。こっちから5、6、7、8。以上でメニューの解説はおしまいになります。この後の Tips コーナーで体の使い方やコツなど詳しくお伝えしていきます。それでは Tips コーナーに移っていきたいと思います。まずですね、足の運びのコツからお伝えしたいなと思います。この一歩目ですね。まずは一歩目からなんですけど、このぐーっと耐えてしまうというよりは少し弾く。ちょっと大げさに今やりましたけど、弾いた方が次がスムーズにつなぎやすいかなと思います。スタッカートを意識してやるのがおすすめです。高く重心を意識するというよりも、なるべく低めにイメージをしておいた方が、足がさばきやすくなるんじゃないかなと思います。割とこう軽やかにねステップしてるイメージだと思うんですけれども、そうですね、だいたいおへその下あたり、丹田あたりですかね、そのあたりを意識しながら、ここから足が生えてるんだっていう意識をしながら、初めはもう上半身固定しちゃっても構わないと思うので、足のさばき、これから弾きですね、弾きと一歩目のキック、ここをしっかりと意識しながらやってみるようにしてください。そしてこのピーター・ポールの4つのステップの中で一番大事なのがこの
ここですね、この2歩目の部分なんですけど、オンバランスにきっちり戻ってきてしまうと次に移動がしづらくなってしまうので、なるべく軽くタッチしてあげるようにしてください。グッではなくてパッ、すぐにちょっとスローモーションができないんですけど、タッタッ、ここからここですね、1、2、3、この移動、軸足の切り替えというのをなるべくタイトに取るように意識するといいと思います。そして3歩目なんですけれども、慣れてきたらだんだんと大きく出すようにしてあげた方がいいと思います。この2歩目から3歩目、ここが一番つまずく方が多いと思いますので、この2歩目3歩目だけを切り取って何度も練習するというのも、上達の秘訣かもしれません。それから最後ですね、4歩目、このポンのところなんですけど、ここを、止めてしまってもいけないですし、これをただまっすぐ上げてしまうだけだと次が意外とこうループしづらくなってしまうんですね。なのでこの4歩目から次の1歩目をつなぐんだっていう風に、まずは意識をすること。それからこの蹴った足がこう円を描くようなイメージというんでしょうか、ここからこっちで終わらずにこう持ってくるっていうイメージをすると、多分次の1歩目出やすくなると思います。次にステップは同じで、方向をチェンジしていく応用のコツをお伝えしていきます。この運びの中で一番難しいのがループのつなぎ目の部分ですね。1回だけでしたらそんなに難しくないと思うんですが、このちょっと横向きますね、2回目に行く、この1回目終わりました、このチョンからの次の一歩、この90度の回転っていうのが結構難しいポイントで、この時の90度回転よりもさらに強い回転を加えてあげるっていうのがポイントになってきます。左の腰をグッと引くというのと、右の腰を出す、それからこの時に足ですね、両足の隙間が空いてしまわないようにチョンしたさらに締めるような気持ちでギュッと回転をさせています。そうすると強く、そして速く回れるかと思います。もう一回やってみますね。タッ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 、こんな感じです。そしてこの回転を助けるためには腕の使い方もとっても重要です。大きくですね、大きく振ってあげて回転を助けてあげるようにしてください。ここからこう切るときに、先ほど腰で説明したんですが、ここで腕も一緒にバッと振ってあげるとだいぶ楽になるかと思います。それから、先ほども言ったんですけど、このチョンの足ですね、この足の軌道、次の一歩につなぐんだっていう意識を持ってつなげる軌道、これを意識してほしいです。で、このチョンつきました、この足がズズッと引っちゃったりとかすると、やっぱり次がつながりづらくなってしまうので、スタッカートを意識してしっかりと跳ねてあげる、跳ねる跳ねる跳ねるという風にやると、ループがぐる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 ずっと続けられるようになるかと思います。最後に応用バリエーションとして、今回シャッフルと混ぜたものをレベル4でご紹介しています。まず一番大事になってくるのはステップの新芽が入ってくることです。まず最初は正面ですね。そして回転ここで入ってきますので、一緒につま先と向きを変えちゃうといいかと思います。3、4、そうしたら次シャッフルにこのまま入るので、視線もこのまま横向きでいいかなと思います。タタタ。そうしたら次にまた正面を向きたいと思うので、体と顔を一緒に向けてしまいます。そしたらそのまま正面でいけると思いますので、1、2来て3、向きが変わりました。つま先と一緒に、ボディも顔も変えてしまいます。3、4で同じ方向いたまんまでシャッフル、そして戻ってきますので、また目線とボディを同時にドン、横向く、タタタドン、パッパッタタタという感じになります。
レベル3のバリエーションよりも少し楽なのは、回転の角度が少し、先ほどより少ないですね。ですのでボディコントロールは少し楽になるかと思います。ただし、後ろにですねシャッフル進みました。その後次のループとして、反対の足を出すと思うんですが、ここが回転が逆になりますね。最初がこう来てこっち回転しているものがギュッと反対を向かなければいけないので、この時に、切り替えのこの瞬間、ここでしっかりと体幹をグッと締める。そうすることでボディコントロールがしやすくなると思います。では今の腕の振りと体幹をグッと締めるっていうのを意識して、一回やってみたいと思います。5、6、7、8、1、2、3 and 4、1、2、3 and 4。特にこのシャッフルと混ぜたバリエーションでは横向きからスタートするとシルエットの見せ方が切り替わっていくので飽きないアウトプットになるんじゃないかと思います。皆さんも自分の見せ方を追求してみてください。それでは Tips コーナー終わりにします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ピーターポールね、ようやく来ましたね。はい。たくまはこれステップ練習するときに何か意識しているポイントってある？そうですね、意識したのは体重移動をしっかりやっていかないといけないっていうふうに思ってて、レベル1、2とか結構その場でやってるように感じて、左足、右足っていうふうにちゃんと分けて乗っていかないと、レベル3からのここの方向転換っていうのが効かなくなってくるので、最初からそこは意識してやってきました。はい、ありがとうございます。そうだよね。体重の移動ができないと足がまずね、そもそも切り替えられるんですね。はい。私はですね、方向転換ですね。レベル3とレベル4のところのこの向きを変えるところ、ここがクリアになるとすごいかっこよくなるんじゃないかなって思って意識してやってます。はい。あと今回ですね、ちょっと私とたくまとステップ踏み方変えてるんですね。じゃあたくまの方から説明してもらっていいですか？俺が結構やってたのは前に蹴り出してやっていくっていうパターンでやっています。軸足ごと進むんですよね。私は反対にですね、軸足はちょっと引いてました。ちょっとこうチェイスっていうステップと似た感じなんだけど、抜いた方がもしかしたら筋力の差なのかな。確かにあるかもしれないですね。私は引く方がやりやすくて、たくまは進む方がやりやすいということだったので、皆さんもね、練習するときにご自身のやりやすいなって思う方からやっていただければいいかなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。